あなたの知らない日本の音世界。今回はお琴のレジェンド宮城道夫マニアとしても知られる尺八演奏家の藤原道山さんのお宅にお邪魔しています。きっと誰もが聞いたことのあるこの調べ、春の海の作曲者であります宮城道夫についてお話ししたいと思います。宮城道夫との出会いっていうのはどういったことだったんですか？僕のですね、祖母が宮城道夫のお弟子さんだったんですね。で、そういうこともあって僕の小さい時から、祖母の家に行くと、お琴の音が流れていて、で、宮城道夫の曲がずっと、流れてるわけですよ。それを聞いてるうちにですね、自分ももっと聞きたいな、と思うようになってきまして、いろいろな資料を集めるようになって、で音源なんかもよく聞くようになりました。宮城道夫のどういったところに凄さを感じるんですかね。いろいろあると思うんですが、まず春の海、それについてはどういうふうにお考えですか？そうですね、春の海に限らず、宮城道夫のパイオニア精神っていうかな、何でも自分が生み出していく、こういう音楽が聴きたい、弾きたいっていう音楽をどんどん作り出していった生み出していったっていうところがまずすごいなというところなんですけども、この春の海に関しましては、今こうやってね皆さんすごく有名で、もうお正月になると必ず聴くような作品なんですけども、でも実際これ日本の代表みたいに言われてますけども、西洋音楽をすごく意識して作ってる作品だと思うんですね。でまず最初に出てくるこのフレーズなんかもですね、お琴で始まるタンタタタタタタタンっていうフレーズですけど、あれがまず普通の邦楽には今までなかったようなフレーズですね。この左手をこちらでピチカートするっていうのはそれまでの古曲にあったんですか？いや、ないですよね。まず左手から始まる曲っていうのがまずなかったですし、これがね、最初にこう弾いてこう行って戻るっていうことも、引っ掛けて戻すっていうこういうこともまずないんですよね。もう出だしからしてこれは斬新。それとか両手でこういったね、こういうふうに、両手を使ったこういう旋律系を作るっていうのも今までの従来の箏曲の中になかった、手法だと思います。大体お琴はほぼ、単旋律を作っていくような、音楽だったのを、この和音と、この旋律を一緒に奏でるっていうことっていうのもまずなかったですね。ピアノやハープのような感じですかね。そうですね、多分そういった、西洋の音楽からもすごく影響を受けてたと思うんですけども、それをねただただ真似するんじゃなくて、自分のこのお琴という楽器に合っ
った旋律であったりとか、合ったチューニングを考案してやっている、作曲されてるっていうところがまたすごいところだなっていつも思っております。その他の曲についても教えていただきたいんですけれども、水の変態という、道夫の少女作、なんと14歳の時の作曲と聞いておりますが、14歳といえばもう中学生ですからね、その頃の作品がこうやって残っているで、いまだに多くの人に引き継がれているっていうのもまた驚きですし、それだけ名曲だからこそだと思うんですけども、またこのできた当時のね、エピソードっていうのもまたすごくて、当時、宮城道夫、目が見えなくてお琴を習ってたわけなんですけども、ある時お父さんが、暴漢に襲われて仕事ができなくなってしまった。で、一家を支えないといけない。そして琴を教えるっていうことをして、そのためにですね、当時、お父さんが働きに行ってた朝鮮に渡ったんです。で、その朝鮮でですね、日本で習った曲はあったんだけど、だんだんもうそれも弾き尽くしちゃった。新しい曲が弾いてみたい。それが作るきっかけになった。そしてたまたま弟が読んでいる教科書の、和歌を聞いていて、これに曲をつけよう、そして思って作ったっていうのがまたすごいと。だいたい1ヶ月ぐらい、3ヶ月ぐらいかかったって言ってたかな、そんなことを遂行しながら、作っていったなんていうエピソードが残っている、そんな曲ですし、非常にこの描写性が優れている。他の曲もそうなんですけども、宮城道夫っていうのは6歳まで目が見えてたってこともあって、その風景であったりとかもの、音だけじゃなくてその映像としてもいろいろ自分の中に記憶が残っていた、そうなんですね。そういったこともあって、そういった描写しているもの、水の描写をですね、これだけ、表しているっていうのもまたすごいところだなっていうふうに思います。その後も革新的な新曲をたくさん作ったんですよね。そうですね、大正8年にですね、第1回作曲の発表会をして、これまだね、日本人でこの作品発表会ってやった人って洋楽でもいなかったそうなんですね。そんな中でまず自らの曲をこの琴の演奏家が、発表したってことがまず一大すごいことだったと思いますし、それからもいろいろなこの今まで従来なかった手法で、作品をいろいろと作っていった、描写を先ほど申し上げた描写であったりとか、いろいろな技法、洋楽の、例えばハープからの技法であったりとか、そういったものもですね琴に取り入れつつも、自分の音楽に生かしていったっていうのがまたすごいところだと思います。そして古典なんかでもですね、自分の手付けをして
お琴、もともと三味線しかなかった作品に対して琴の手をつけたり、そんなことも、やっていた、古典も知っていたからこそそういったことができるということでですね、本当にさまざまな革新をしていった反面、この伝統的なところも非常に大事にしていた、そんな方だったと思います。そういえば道山さんは春の夜、琴と尺八の二重奏ですけど、はいはい、それでなんか発見をされたって聞きました。はい、初期の名作、もうほとんどこれ20歳前後の作品なんですけども、最初は琴だけで作られたのに対して、替手というねお琴の、もう一つの、旋律を作って最初は演奏してたんです。そこに尺八を、つけたんですけど、最初のうちはですねベタ付けといって、お琴の旋律を同じ旋律を吹いていたんです。なんですけども、ある時に、中尾登山というですね尺八の演奏家に出会って、その中尾登山という人が、またこの方も革新的な、ちょうど宮城道雄から20ぐらい上の方なんですけども、この人がいろいろなその古典の作品に尺八の手をつけてたんですね。そういったものも聞いてかもしれないんですけども、また新たな手付けということで尺八独自の手付けというものをまた箏曲家がつけるっていうことはそれまでなかったと思うんですけども、そういう旋律を作っていったっていうところもすごいことだなというふうに思ってます。で、最近までですね、この宮城道は最初から作っていたとされてたんですけども、そのベタ付けの音源が実は見つかって、すごい、はい、それでこの裏付けが取れたということになってるんですね。